今回はウィリアムズ FW14B のパート1です。テストドライバーの貢献。主役であるはずのマンセル・パトレーゼは、ちょっと置いといて、いきなりテストドライバーの話からです。もちろんテストドライバーというのはデーモン・ヒルのことです。92年ランキング1位2位で終えたマンセル・パトレーゼ。2人はチームを離れる。逆にここからが始まりのテストドライバーデーモン・ヒル。93年レギュラードライバーへ。92年無事にチャンピオンを取ったマンセルとランキング2位に入ったパトレーゼはなぜかチームを去ることになります。で、逆にこの時テストドライバーだったデーモン・ヒルが93年からのレギュラードライバーの一人になります。 FW15C の時にも紹介しましたけども、デーモン・ヒルは高く評価されてレギュラードライバーに昇格するわけなんですけども、なぜそんなに高く評価されたのか、どんな仕事ぶりだったのかというのを紹介したいと思います。この空力マシンでありハイテクマシンである FW14B を作った2人と言ってもいいニューウェイさんとパディ・ローさんがヒルを高く評価して推薦してくれたというのがレギュラードライバー昇格の大きな理由です。まずニューウェイさん、92年を通じて彼は開発の一翼を担い、とても有能でいい仕事をしていた。かなり速いドライバーにも思えた。パディ・ローさん、彼の速さはテストで明らかにされていて、態度は真面目でプロフェッショナルとしての意識が高く、しかも落ち着いていた。この2人の天才エンジニアがヒルを高く評価してたわけですけども、ここでまずねすごい重要なのが、2人ともヒルのことを速いって言ってますよね。この時アクティブサスでぶっちぎりに速かったマンセルという人がこのチームにありながら、ヒルに対して速いというふうに認めているのが非常に重要ですね。残念ながらテスト走行の時のラップタイムとかがないので直接比較できないんですけども、レギュラードライバーのねマンセル・パトレーゼに劣らず、もしくは同等の速さだったっていうのがなんとなく見えますよね。ここからはヒル本人が、ニューウェイさんについて語ってるインタビューになります。いつも GP カーストーリーを参考にしてるんですが、 FW14B の回が全然参考になるインタビューがないので、これは GP カーストーリーエイドリアン・ニューウェイ特集の中でヒル本人がニューウェイさんについて語ってるインタビューになります。なんですけど、このヒルのインタビューの内容からヒル本人がテストドライバーとしてどのように仕事をしてたのかとか、どうして評価されたのか、ウィリアムズチームがこの時どんな雰囲気だったのかというのが非常によくわかりますので紹介したいと思います。91、92テストドライバーデーモン・ヒル、あなたがウィリアムズに加わったのはニューウェイがチームで仕事を始めた直後ですか？そうだと思う。エイドリアンが全体の責任者を務めた車、全面的に彼の策と言えるシャーシで私が初めてドライブしたのはナイジェル・マンセルのアクティブカーだった。彼とは面識があったのですか？多分会ってないと思う。だが彼のレイトンハウス881が F1 の将来の姿を示す車であることは誰の目にも明らかだった。ヒルとニューウェイはほぼ同時期にウィリアムズに入ったんですね。で、彼のデザインした車で初めて乗ったのはマンセルのアクティブカーだった。で、それまで面識はなかったと。ニューウェイさんがその過去に作ったレイトンハウス881が F1 の将来の姿だと言ってますね。88年最後のターボエンジンの年ですけど、この時のレイトンハウスは一瞬だけどマクラーレンホンダを抜かしてトップを走りましたよね。これすごい衝撃的な出来事だったんですけど、おそらくヒルもその時のことが印象に残ってんじゃないかなと思います。空気がモノコックの周囲をスムーズに流れるように明確な意図を持って造形されていたし、前後のウィングをはじめとしてあらゆるもののデザインが同じ目的に沿っていた。それまでの F1 カーとは全然違う車だったんだ。これ881の写真ですけど、確かに88年にあるまじき流線形の滑らかなボディですよね。この時のマクラーレンなんてまだ定規を当てて切り取ったような直線のボディですよね。曲線部分がほとんどないというか、ヒルが言ってるのは要するに明確なデザインコンセプトがあって、全てが意味のある造形になっていたと。ニューウェイさんがデザインする車はそれまでのものとは全然違うという意識をしてたんですね。テストドライバーとしての話になります。91年、92年テストドライバー時代、彼と一緒に仕事をする機会はよくあったのでしょうか？それともテストチームのエンジニアを通じてフィードバックをしていたのでしょうか？当時まだシミュレーションツールのようなものはなく、車を走らせる時にはいつもパトリックとエイドリアンが関心を持って現場に来ていた。彼らが現場にいたのはデータを集めるためで、他にデータを収集する方法はなかったんだ。だからドライバーはとても重要だ。これチームによ
よってはね、完全にね別で動いているテストチームがあったりなんかするんですけども、ウィリアムズの場合テスト走行する時にはちゃんとパトリック・ヘッドとねニューウェイさんが来てたんですね。でなぜかといえばデータを集めるのはドライバーのフィードバックしかなかったからってことですね。なのでテストドライバーのヒルからのフィードバックというのは非常に重要だったんですね。そうして彼と信じ合える関係になっていったのですね。単なる仕事上の関係を超えるものだった。彼には優れたユーモアのセンスがあり、態度も素晴らしかった。世間の常識、人がどう考えるか、他人にどう見えるかといったことはあまり気にしないんだ。車のことに関してはものすごく真剣だったね。ニューウェイさんがヒルを高く評価してるのと同じように、ヒルもニューウェイさんを高く評価してるんですね。で、世間の常識、他人の目を気にしないっていうのは、天才デザイナーらしい性格だなと思いますね。そうだけどユーモアのセンスがあり、態度も素晴らしい。ヒルと同じように紳士というかね、人間として非常にできてる人なんですね。エイドリアンとはほぼ同世代です。それも関係の構築に役立ちましたか？そうかもしれない。私は自分の仕事をエンジョイしていた。ただレースとなると楽しいことばかりでなくストレスフルな面もあった。そんな時彼は私の言うことに真剣に耳を傾けて私に自信を与えてくれた。そうすることで自分には味方がいると感じさせてくれたんだ。これはその後レギュラードライバーになってからの話になっちゃいますけど、どんな時でもニューウェイさんはヒルの言うことに耳を傾けて応援してくれたんですね。で次行きますね。というのも他のエンジニアたちが自分の考えを押し通し、それがちょっとうまくいくともう私の意見を聞こうとしなくなるということがしばしばあってね。そこにナイジェルが登場しようものなら彼の言うことしか聞かなくなる。だがエイドリアンはいつも私の味方でいてくれた。彼が私をワールドチャンピオンにしたと言ってもいいくらいだ。ここにウィリアムズチームの特色がすごく強く出ているので紹介したかったんですけど、エンジニアたちが考えを押し通してそれがうまくいくともうドライバーの言うことは聞かない。これはウィリアムズチームに関してなんかたびたび聞いたことのあるエピソードですね。なのでドライバーにとって非常にやりにくいんでしょうね。で、マンセルが登場しようものなら彼の言うことしか聞かなくなる。これはフォローするわけじゃないですけど、マンセルがそれまでにすごい実績を残しているので、ある程度はしょうがないかなと思います。でエイドリアンはいつも私の味方でいてくれたということなんですけど、ここで大事なのはこれただ単にこの2人の相性がいいとかそういうことだけじゃないと思うんですね。そもそもデーモン・ヒルがドライバーとしてきちんとした速さがあって正確なフィードバックがでエンジニアから見て信頼に値するドライバーだということが大前提ですよね。でここにもあるようにこのウィリアムズというチームの難しい雰囲気の中でもちゃんと仕事ができるということですよね。これがウィリアムズでテストドライバーを務めるにあたって求められる非常に多くのスキルというか高い要求なんだと思いますね。で最後に彼が私をチャンピオンにしたと言ってもいい。これもさらに後の話になっちゃうんですけど、96年に、ニューウェイさんはヒルの実質的なレースエンジニアを務めますよね。その時もヒルのことを強く支えてくれたのでこう言ってますね。だけど何年にもわたってニューウェイさんが支えたくなるほどの素晴らしいドライバーだということですよね。しかし91年92年にかけてのアクティブカーではあなたが開発に大きく貢献したと考えられています。ナイジェルは退屈で疲れる仕事をやりたがらなかった。あの車は一種の野獣で乗り手も野獣でなければならなかったんだ。私はチームに多くのフィードバックを伝えた。パトリックはドライバーが開発したと言われることをあまり快く思わなかったけどね。マンセルは退屈な仕事をやりたがらなかった。これもマンセルフォローするわけじゃないんですけど、多分マンセルは自分がエースドライバーだから単純で疲れる仕事はやりたくないって思ってたんでしょうね。だけどテストドライバーのデーモン・ヒルはどんな仕事であってもテストドライバーとしてきちんと引き受けてたということでしょうね。でここで一種の野獣とか言ってんのはテストとはいえアクティブカーを本気の速さで走らせなくちゃいけないわけですから、すごい限界の高いアクティブカーをテスト走行とはいえ速いラップタイムで走り続けるのはすごいテンションと労力を必要とするわけですよね。そういったこともきちんとこなしていたということですね、デーモン・ヒルは。パトリック・ヘッドはドライバーが開発したと言われるのが嫌だったと。これも先ほど言った、ウィリアムズっぽいパトリック・ヘッドさんっぽいエピソードですね。なんでこんな感じでいろいろ総合すると、この時テストドライバーであったデーモン・ヒルがなんでそんなに高く評価されたかというのが、まずきちんとした速さがある、フィードバックが正確である、で仕事ぶりが誠実である、でこの難しい気質のウィリアムズの中できちんとしたコミュニケーションをとってニューウェイさんもしくはパディ・ローさんの信頼を
を勝ち得て、仕事を進めて車を速くしたということだと思いますね。要するにただ単にドライバーとして速いとか、ただ単にフィードバックがいいってことじゃなくて、とんでもなくマルチスキルを求められてたんだと思いますね。だけどそれをきちんとこなしていたので高く評価された。結果として間違いなく FW14B が速かったということと、すごい高い信頼性を持っていた。さらに言うと、どんなコースでも速かったというのはデーモンヒルが開発に関わっていたからというのは間違いないと思います。これがテストドライバーのデーモンヒルの仕事ぶりということになります。はい、先ほども言いましたけど GP カーストーリーの FW14B は肝心なインタビューとか記事が全然なくて、周辺の情報から、必要な情報を集めるしかないので、ちょっと分かりづらい動画が多いかもしれないですけども、はい、頑張って動画作りますのでよろしくお願いします。